通勤通学中の皆様、おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、先日開催されました、ノーキングス抗議デモについての話題になります。今月18日ですね、2度目のノーキングス抗議デモが開催されました。まあこれつまりは中身は反トランプデモなんですが、ここにですね、案の定ですよ皆さん、様々な、鍵カッコ付きのセレブたちが参加、もしくは連帯を表明しておりまして、もうほんとね、想像通りの展開となっていたようなんですね。さらにはですよ、ここには全米脚本家組合まで参加しておりまして、現在のですね、ハリウッド映画がなんでこんなことになっているのか、なんであんな脚本が出てくるのか、これらがね、容易に想像できる内容となっていました。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それではね、昨日ちょっとお休みいただきまして、申し訳ありませんでした。もう喉の方はかなり良くなってまいりまして、まだね、咳は残っているんですが、これしぶといですね。なんですが、声の方はね、だいぶ回復してきたというような気はしています。まだかすれることはかすれるんですけどね、もしかしたらね、今週末か来週の頭あたりに、またお休みいただくかもしれませんが、ご了承いただけたらと思います。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、皆さん、2度目となります、ノーキングス抗議デモが開催されました。これはですね、第1回目が今年6月に開催されまして、今回が2回目だったんですね。で、案の定ですね、ここには様々なセレブたちが集結いたしまして、もう皆さん頭に浮かんだでしょ？もうね、正解です。あの人たちが参加していました。ね、ファンタスティックな人もいればですね、緑色の人もいますし、かつての盟友もいますよ。で、最近話題のですね、動物虐待疑惑のあるあのインフルエンサーも、その愛犬を連れてね、参加しています。この辺ね、ちょっと後ほど詳しく見てみますが、まずね、この運動というのが何なのか、ちょっと概要を見ていきましょうね。全米でトランプ大統領に反対するノーキングス抗議デモに数百万人が参加した。ということで早速ですが、こちらですね、本日何度も出ていきます。ノーキングス。こちらが本日のキーワードになります。本日こちら用語の解説になります。ノーキングス抗議デモですね。ノーキングス抗議運動は主にアメリカ合衆国で行われている一連のデモ活動であり、主催者はそれをドナルド・トランプの権威主義的政策及び政権内の腐敗に対する抗議と説明している。最初の抗議は2025年6月14日に実施され、参加者たちはこの日をノーキングスデーと呼んだ。この日はちょうどアメリカ陸軍創設250周年記念パレード及びトランプ大統領の79歳の誕生日とも重なっていた。ということで、このね、ノーキングス抗議デモというのは古くからあるものではありません。基本的にね、これは反トランプデモとなっておりまして、今年の6月にアメリカ陸軍創設250周年記念パレードとトランプの誕生日ですね。ここに合わせて第1回目が開催されました。で、これがね、一体どういう風に組織されているのか、それがね、こちらに書かれておりまして、インディビズボーやその他の進歩派組織によって組織されている。ということで、このね、インディビズボーっていうのはアメリカのリベラル系の政治団体です。ここが、主にね、企画や調整というのを担っておりまして、そこに連帯しているのがここにね、ずらっと書かれているんですが、アメリカ教職員連盟だとか、ソーシャルセキュリティワークス、通信労働者組合や、そしてね、ここにあるんですよ。はい。ACLU、アメリカ自由人権協会ですね。これらの組織が連帯していると。じゃあね、この資金源はどこなのかというと、これね、間に非営利団体が入ってるんで、直接ね、このノーキングスに資金を提供している。こういった話というのはほとんどないんですが、一つ分かっているのがこちらでして、ウォルマートの相続人、クリスティ・ウォルトンは日曜日にニューヨークタイムズ紙に掲載された全面広告を通じて、トランプ大統領に対する全米規模の抗議デモを呼びかけた。ということで、それがね、こちらになるんですが、これね、何が起きたかと言いますと、ウォルマートの創業者の相続人ですね。つまり、その株などを相続している人。このクリスティ・ウォルトンが自費でね、ニューヨークタイムズ紙にノーキングスやりますよという広告を出しました。でね、ウォルマート、これはやばいということで、またボイコットされかねないでしょ。その後ね、これに関しては、うち全く関係ありませんと。クリスティ・ウォルトンはね、うちの取締役にも入っていないし、うちの意向とは関係ないという声明を出しました。で、これ以外にもですね、今言われているのが、こちらですね、フロリダ州の下院議員、このね、アナポリナ・ルナが、このような画像というのをシェアしておりまして、これね、何を言っているかというと、非常にね、文字が細かいんで読みにくいんですが、ここにあるのがね、ノーキングスのパートナーと、つまり先ほど出たような ACLU をはじめとする組織ですよ。じゃあ、ここに資金提供しているのは誰なのという話ですね。そしてここで名前が挙がっているのが、ここね、バフェット、フォード、ロックフェラー、ソロスと。
そしてね、ここでも言われているんですが、面白いよな。君たちは億万長者に反対するって言いながら、億万長者に資金提供されてる運動をやってるんだよ。つまり実際のところ君たちは、たった一人の億万長者に反発している、他の億万長者たちの集まりってわけだ。と、このようにですね、このノーキングス、これをね、直接支援しているわけではないんですが、このパートナーを支援することで、これを間接的に支援しているのは、億万長者や大企業なんじゃないかと、こういった声も上がっています。そして今回、10月18日に2度目の開催となったのが、今回のノーキングス抗議デモだと、こういったわけですね。土曜日、ニューヨーク、ワシントン DC、シカゴ、マイアミ、ロサンゼルスなど、全米各地の都市で、ドナルド・トランプ大統領の政策に反対するノーキングス抗議デモが行われ、大勢の人々が参加した。ニューヨークの象徴的なタイムズスクエアと、その周辺の通りには、数千人が集まり、君主制ではなく民主主義を、憲法は選択制ではない、と書かれたプラカードを掲げていた。デモに先立ち、トランプ大統領の支持者たちは、抗議者たちが極左組織アンティファと繋がっていると非難し、この集会をアメリカのヘイト集会と批判した。複数の州では州兵が動員されたが、主催者側はおよそ700万人が参加したこのイベントは平和的に行われたと述べている。ということで今回ね、2度目のノーキングス抗議デモが開催されまして、ここね、ニューヨークからアイスを追い出せと、このようなプラカードを掲げておりますが、アメリカ各地でね、大勢が集まりましたよ。このように言われているんですね。で、このデモへの参加者なんですが、主催者側はね、700万人と主張しています。これあくまでも主催者側の主張ですね。で、そんな中ですね、こんな話もありまして、上院議員エリザベス・ウォーレンを含め、左派系発信者が X 上で2017年のボストンでのデモの映像を共有していたことが判明した。それを2025年のノーキングス集会の映像であるかのように見せかけて投稿。予想より少なかった参加者を隠そうとしたと見られている。というようなことでね、ここにね、大量の人が集まってますよ。こういった映像というのが X 上で拡散されたんですが、これはですね、過去のね、全く関係のないデモ集会の映像だったと、このような主張がされているんですね。ただ、さらにですね、ここから、この投稿自体がフェイクだと、現在こういった記事も出ておりまして、すごいでしょ、これね、2点3点してるんですね。ですので現在ね、どのぐらいの規模のデモだったのかというのはよくわからないんですが、このようなね、情報戦が繰り広げられていると。これはね、ちょっと頭に入れておくといいかもしれませんね。どうやらね、X の AI あるでしょ、グロック。あれが悪さしているんじゃないかと、BBC はね、そのように言っています。で、そんな中ですね、現在大変物議を醸しておりますのが、こちらですね。これすごいでしょ。はい。もう何やってるかわかりますね。これはね、チャーリー・カークの事件というのを揶揄しておりまして、この人ですね、現在身元が割れたと言われておりまして、小学校の先生だと言われているようですね。で、こんな奴が子供を教育しているのかということでみんながね、激起こしているというような状態。すっかりね、今回第2回のノーキングスの顔になってしまっている女性ですね。この方ね、ユタ州の上院議員ですが、ノーキングス集会のこれらの光景は、極左メディアは決して報道しないだろう。多くのアメリカ人はこれらの出来事を誇るようなものではないと考えているはずだ。もしあなたが政治的暴力を称賛し、自分と意見の異なる人々の死を望んでいない限りは。そして冒頭でも少し触れましたが、こちらね、ハサン・パイカーですよ。この人はね、左翼最大のインフルエンサーと言われている人物ですから、当然このノーキングス参加しました。ハサン・パイカーはノーキングス抗議デモに姿を現した。彼はカヤという愛犬を連れてきており、彼女は小道具なんかじゃないと証明するためにカメラを首に取り付けていたが、水もボールも持ってくるのを忘れていた。まさにこれぞアクティビズムの境地と皮肉られている。ということでね、今回ね、こちらに見えております。はい、ここいますね。カヤを連れてですね、これもね、かなり危ないんじゃないかなって言われておりましたが、人が多いんでね、このカヤを連れて、ノーキングス抗議デモに参加したと。そんなノーキングス抗議デモですが、ハリウッドからはですね、様々なセレブたちがこれに参加しました。ハリウッドのセレブたちがノーキングス抗議デモに熱狂した。ベン・スティーラー、シンシア・ニクソン、ペドロ・パスカル、スパイク・リー、グレン・クロース、ジェイミー・リー・カーティスに至るまで、セレブたちは SNS で自らの体験を共有し、反トランプのプラカードを掲げた写真を投稿した。ということでね、要するに、いつもの面々ですね。これまだまだいますから。こちらまずね、はい。ペドロ・パスカルですね。そしてね、この下、はい。スパイク・リーですね。で、さらにその下、はい。こちら、誰だと思いますか？マーク・ラファロです。これね。そしてその下が、ジェイミー・リー・カーティスですね。これね、なんだかんだこういう話題で出てくる人って、いつも同じですよね。で、さらにね、その下行きますと、こちらグレン・クロース。さらにこの下が、はい、ベン・スティラーですね。でね、よく聞く名前ですと、ここですね、はい、アリス・サミラーのね、コマンドでおなじみの女優さんですね。この方もよく名前出てきますよ。で、こちらね、バラエティになりますと、まだまだ名前出てきます。ジミー・キンメル、ロバート・デ・ニーロ、グレン・クロースらが、ノーキングス抗議デモへの支持を表明。私たちは再び立ち上がっている。
トランプ政権に最も強く声を上げてきたハリウッド俳優の一人であるマーク・ラファロはスレッズ上でノーキングス抗議デモを称賛した。こんなにも多くの人々がアメリカを愛し、ノーキングスを望んでいるんだ。ジミー・キンメルはインスタグラムに抗議者たちがプラカードにかける大統領への痛烈なあだ名をまとめた図を投稿した。その例として、強欲ゴルフ野郎、オレンジ・ジュリアス・シーザー。ここね、アンクルスキャムとありますが、つまりはこれアンクルサムをもじってるんですね。詐欺おじさんと。そしてここすごいですね。10月9日、ロバート・デ・ニーロは政治活動団体インディビジブルの、これ主催している団体ですね、の TikTok アカウントに登場。ノーキングス抗議デモへの参加を呼びかける動画に出演した。そしてね、ここにもね、新たな名前がありますね。ジョン・キューザックはシカゴで行われたノーキングス抗議デモの際、ニュース4のインタビューに応じた。彼はこう語った。本当に胸が痛い。長い間、右翼がふざけ半分でやってきたファシズム的で権威主義的なコスプレが現実のものになっていくのを見るのは予想できたことではあるけど、ものすごく悲しい。じゃあ、プクタね、以前もお話ししましたが、アイデンティティ大好きで、あと1408号室とかね。で、セルでもね、サミュエル・L・ジャクソンとまた共演しまして、これも結構好きなんですよね。このジョン・キューザックも今回のノーキングス抗議デモに合わせて右翼を批判していると。で、これね、ハリウッドリポーターもこれ伝えておりまして、スパイク・リー、マーク・ラファロ、ジェイミー・リー・カーティスと、同じく名前上がっているんですが、注目すべきはこの下なんですね。全米脚本家組合ウエストの会長、ミシェル・マルルーニーは、ロサンゼルスで行われたノーキングス集会でスピーチを行った。私たち脚本家にとっての通貨は言葉と物語です。自分たちを表現する自由はアメリカ人としての基本的権利であり、民主主義の核心そのものです。しかし、この政権によってそれが攻撃されています。彼らは反対意見の声を封じ込めるために持てるあらゆる手段を使っています。そしてね、彼女はこの発言の中でジミー・キンメルライブの一時停止にも言及したと。全米脚本家組合は今日ここに皆さんと共に立ち、声高に、そして誇りを持って宣言します。私たちは自分の考えを語り、自分たちの真実を書き、物語を伝え、そして言論の自由と独立したメディアのために全力で戦います。ということでですね、このね、ノーキングス抗議デモ、大変お目覚めになっていると言われています。全米脚本家組合。ここがですね、全面的に参加しているんですね。これがね、どれだけお目覚めになっているかというのは、おそらくね、再生リストのプクジジピックアップに動画入ってますんで、ぜひね、ご覧になってください。ここすごいんですよ。そしてこの中で私たちは自分の考えを語り、自分たちの真実を書き、物語を伝えるんだと宣言したと。ね。そりゃこうなるのわかるでしょ？ LGBT を推奨し、不法移民を称賛し、白人男性を悪魔化して敵視すると。なんでこんな映画やテレビ番組がわんさか出てくるのかというのは、その脚本を書いている脚本家の母体、脚本家組合が明確に反トランプなんですね。このね、WGA、脚本家組合自体がね、以前の動画でもお伝えしましたが、白人男性だというだけで仕事がもらえないと。このような告発がされておりましたが、これを見る限り、でしょうねという感じですよね。はい、ということで本日はですね、先日第2回目が開催されましたノーキングス抗議デモの詳細と、それに参加するセレブや組合の話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回ですね、いろんなセレブがこのノーキングスに参加、もしくは連帯を表明したということなんですが、先ほど最後に見たようにね、大っぴらにこのハリウッドのベースとなっている脚本家組合ですね。ここがね、これだけ前のめりに参加しているというのが、現在のハリウッドをよく表しているなというような感じはしますよね。その点で言いますと、このノーキングスというのは、この辺りの構造を垣間見ることができる、興味深いデモだったんじゃないかなと思いましたが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。